よいしょ、金子でございます。ということで、今日なんですけども、ただいま大寒波が来ておりまして、もう市場に魚がないです。今日も行きましたけど、なかったのでいいのが、今日は直接競り場に行ってみようかなと思います。知り合いの漁師さんとかちょこちょこ出てるんで、もしかしたら魚あるのかなと思いますので、でも少ないと思うんですけどね、面白いものがあったらラッキーぐらいの感じで見に行ってきました。久しぶりにこっちに来ましたよーっと。でもないなー。ない中でもなんかあるかね。お、のがあるじゃんこれ。あんた詳細かこれ。これ顧問か詳細。顧問だろ。ね。これちょっと落としといて。これね。なるほど。いいじゃん。これいいんだ。これ美味しいよ。鍋で美味しそうや。鍋いいね、確かに。こっちの方が欲しいね。オッケーオッケー。じゃあこれ抱き合わせでしょ多分。多分ね、抱き合わせでセルと思う。じゃあ俺これ買う。オッケー。お願いします。お願いします。というわけで本日の食材がこちら。よいしょ。コモンフグってことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして本日の食材がこちら。というわけで買ってまいりました。コモンフグですね。いや珍しいですね。このコモンフグって堤防からめっちゃ釣れるんですよ。僕もコモンフグ飼ってます。3匹自分で釣ってきたコモンフグがこういう風に泳いでおります。ちゃんと餌も食べてくれてね、めちゃくちゃペットとしても可愛いんですけど、食べてもうまい。ほいで安い。今日寒波の影響で市場がもう相場激高。いつもの倍ぐらいの相場だったんですけど、こいつは安かったっすね。これだけ入って競り値で2500円ぐらい。安いですよね。2500円ですよ。これでめっちゃ重たい。もう5キロはあります。でこのね、コモンフグって小細フグとそっくりなんですよ。僕もフグの試験受けた時に鑑別のテストでコモンフグか小細フグどっちかなってめっちゃ迷った記憶ありますもんね。コモンフグと小細フグの違いは、コモンフグの方が若干丸みがある、小細フグの方がシュッと細長いです。で模様が、コモンフグは細かい斑点で、小細フグは白黒の斑点がはっきりしております。でコモンフグにも小細フグにも毒があります。毒の箇所は一緒。肝臓に猛毒、卵巣に猛毒、そして皮に有毒、腸にも有毒で、筋肉、身の方は基本的に無毒と言われております。今日コモンフグなんですけど、小細フグは一説では背中の方の皮の方が毒が強いんですって。本当フグって不思議な生き物ですよね。小細フグとコモンフグ違いが気になるよって方はね、ネットで調べてみてください。これの違いが分かるようになったら、フグの試験の鑑別バッチリでございます。正直ここが一番難しいです。もっと言うと、コモンフグ、小細フグ、ナシフグ、ムシフグ、ここの4つの鑑別がめっちゃ難しいです。あとは大したことありません。で試験の時にこう鑑別問題で出てくるフグって冷凍のフグとかがあるんで、それが厄介なんですよね。フグって一回冷凍されるとトゲがなくなったりだとか、なんか模様が消えたりだとかするんで、そこがめっちゃ難しいって言われてます。でコモンフグこんなにたくさん売ってるの僕初めて見ました。で私ですね、こちらの動画で10キロ痩せたよっていう動画上げたと思うんですけど、あれからですね、太りました。4キロから5キロほど太りましてですね、ちょっとこれはいかんぞと。正月ダラダラしちゃったし、最近会食も多かったんで、すぐ太る、すぐでかくなる。なんで僕20代の頃って何しても太らなかったんですよ。むしろ太りたいぐらいだったんですけど、もう30超えてからもうほんと気抜くと太る。ただ前回のダイエットで痩せ方は覚えましたので、気になる方はね、こちらの動画を見ていただけると嬉しいです。要するにタンパク質ですね。タンパク質を取ると痩せます。ただ僕は鶏のささみだの、鶏の胸肉だのがもう苦手です。続きません。なので他に好きな良質なタンパク質といったら贅沢な話なんですけど、フグなんですよね。なので今日はこちらのコモンフグたくさん買いましたので、こちらをむき身にして料理して食べていきたいと思います。こんなにいっぺんには食べれないので、これを冷凍してぼちぼち食べていきたいと思いますよ。安い時に買って仕込んでおく。これ2500円だったら安くないですか？下手したら鶏肉より安いんじゃないかなって思いますよ。ただ毎回言っておりますけど、フグっていうのはさばくのにフグの免許が必要でございます。ちゃんと正確な知識を持ってさばかないと本当にフグは危ないです。私はこのようにフグの免許を持っておりますので、さばくことも買うこともできます。さあではですね、やっていきましょうか。まずは剥かないと話にならないんで剥いていきたいと思います。可愛らしいフグですね。小細フグに比べて丸みがありますね。で剥き方なんですけど、このヒレ、可愛いヒレの後ろ、ここに1本入れます。ザクッと。そしたらこのままムキッと、ムキ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 ッと、こういう風に剥いていきます。まず卵巣、猛毒ですね。
でこれが肝臓、これも猛毒。こんなちっちゃいフグでもこれ猛毒なので、多分これ僕がパクって食べたら本当に今日中に死んじゃいます。これが堤防から簡単に釣れるっていうのも恐ろしいことですけどね。フグの毒以外にも身近に毒っていっぱいあるんですよ。例えば漂白剤だって飲んだら死んじゃいますし、醤油だって塩だって取りすぎたら死にますしね。で森の中にも毒の植物っていっぱいあるんですよ、実は。でちょっと山の深いところに行くとトリカブトっていう猛毒な草も普通に生えてます。意外と身の回りに毒物っていっぱいありますんでね、皆さんもね、わからないものは極力口にしない方がいいですよ。で皮が毒ということは尻尾もヒレも毒なので、ここも落とします。この状態にしていきます。ここに入れて、で抜きっと、でもサバフグとかより抜きにくいですね。でこれ一番気をつけなきゃダメなのがこの状態です。このぐらいに卵巣が成熟しきってると、あ、これは卵だなっていう風に目視ができるんですけど、一見これ調理し終わったなって思うじゃないですか。これダメです。フグの試験でもこれやったら一発で落ちます。ここにこのお尻のここ未熟の卵巣がこう2個ついてるの分かりますかね。これ卵巣なんですよ。これも毒扱いです。同じ卵巣でも成熟してるか成熟してないかでこれだけ違いますから。なので必ずこのお尻の付け根のここにある部位は取る。一応僕これ熱心に今説明してますけど、これはフグの免許取りたいよって方向けに発信しておりますのでね、そこはご理解よろしくお願いします。でも剥きにくい。これちょっと大変かも。頑張ってこちら剥いていきたいと思います。お、白子だ。初めて白子出てきました。ちゃんとこうはっきり分かりますね、白子は白子で。これいいこと考えた。まずこの状態にする。全部この状態に。これ詳細っぽいな。これ多分詳細フグだな。ちょっと際どいですけど、そうですね、これ詳細ですね。めっちゃ似てませんこれ。この違い、こっちがコモフ、こっちが詳細だと思う。ごめんなさい、間違ってたらすいません。でも多分そうだと思いますよ。ちょっと一応変王寺とかにも聞いておきます。まずこうやって頭だけこうやって入れとく。こういう風に。これ大きいな。これはもう最大サイズぐらいじゃない？ちょっと斜めに入れた方がやりやすいですね。剥きやすい。このような形でこうです。このぐらい斜めにいった方がいい。これ50匹ぐらい入っとらんかな。だからだいたい1尾50円の計算ですね。安いなあ。はい、ではこのように剥き終わりました。たっぷりですよ。これで2500円。めちゃくちゃお値打ち。詳細フグが3匹混じってましたね。今日は僕のフグで大好きな食べ方、そしてこういうお値打ちな時に変えた時に僕がよくやるやつ、フグの水炊きを作っていきたいと思います。めちゃくちゃうまいんだこれが。フグはね、良質なタンパク質たくさん入ってますから痩せるよー。そしたらですね、これ血もしっかりと絞ってあります。このぐらいの大きさのやつは1匹そのままでいいと思うんですけど、ちょっとこれ大きいですよね。これ大きいのは切っちゃいます。こういう風にぶつ切りですね。ブツンブツンとここら辺のも切っちゃって、このぐらい食べますか。このぐらい。あとはこちら真空パックして冷凍しておきたいと思います。作り方めっちゃ簡単です。まずバットに軽くお塩を振りまして、でその上にフグを並べていきます。こういうね、小さいフグは僕こうやって脱水してあげてお料理に使います。ほんの少しお塩振ります。この塩での脱水すると魚の生臭みすごく消えます。お鍋でお魚入れる時とかこのひと手間ぜひやってみてください。本当に美味しくなります。でその間にお鍋のスープ作っていきましょう。ただスープといっても今日は水炊きなのでもうシンプルです。お鍋に昆布戻してあります。しっかりとした昆布だしでやるのが好きです。フグと昆布のだしっていうのは相性抜群です。かつおだしは入れません。もうフグから美味しい出汁が出ますんでね、カツオが邪魔してしまいますので、出汁は植物性の昆布のお出汁、これだけでも十分です。でそこに少し僕は日本酒入れます。でそこに柚子を浮かべて、はい、これで完成です。めっちゃ簡単だからこそ家でやれるし続くんですよ。はい、10分経過しまして、フグ全体が汗をかいてきました。そしたらしっかりとペーパーで水気を取っていきます。こんだけ水気が出ますから。そしたら今日はポン酢でいただきますので、お皿にポン酢と
朝月ですね。朝月も買ったら根っこがついてましたらこのコップに入れて、で根っこが浸かるぐらい水を入れといてあげて、でその上から袋かぶしといて冷蔵庫に入れとけば結構持ちます。このまま野菜室とか入れとくとすぐしなしなになっちゃうんですけど、こう保管してあげたらかなり持ちますんでね、おすすめ。そしたら大根、僕の畑で採れた大根です。そしたらここに一味唐辛子を振って即席でもみじおろしを作っていくと。チューブのもみじおろしも便利なんですけど、やっぱりねこの大根おろしはすったやつがうまいですね。でこのね舞妓飯ヒーヒーってやつがすごく粒子が細かくてすごく馴染むんですよね。しかも辛いんですよこれ。唐辛子とハバネロが入ってるんでめっちゃ僕好みなんですよ。はい、これで即席もみじおろしの完成。もうちょっと赤みを出したかったら赤1号とか入れてもいいと思います。そしたらこれをポン酢に沈めて完成ですね。そしたらお鍋の中にフグを入れて一煮立ちしたら完成。はい、じゃあ完成。いただきます。よっしゃ、食べていこう。こちらが大しけの日に競り場に大量にありましたコモンフグでございます。昆布だしに沈んでおりうまそうです。鮮度がいいんでこうはぜてますね。めっちゃうまそう。この大きいとこ行きましょうね。ポン酢にシャポン。そしたらもみじおろしをしっかり溶いて、結構唐辛子辛いんでこれ作る方は調節しながら作ってくださいね。このもみじおろしにポン酢をまとわせて、そのまとったもみじおろしをフグにのせてこの状態でいただきます。うわめちゃくちゃうまいよ。僕コモンフグってこうやって意識して食べるの初めてなんですけど、これめちゃくちゃうまいフグ。彼岸フグより好きかもな。うまっ。身がホックホクです。同じぐらいの価格帯のフグでサバフグっていうフグがいるんですけど、サバフグより全然美味しいです。断然こっちの方が美味しい。食べてみ。うまくない？でもしっとりだね。ね、しっとり系だよね。しっとり系のフグだこれ。うまい。辛いなこれ。辛いでしょ辛いなこれ。俺好みになってます。うまいけど辛いな。そうこれトラフグにも負けてないよねこれ。うん、いや本当にトラフグって言われたらわかんない。わかんないね。でも食感が全然柔らかいね。そう柔らかいしっとり、けど臭みもなくてうまみがすごいある。油も乗ってるね。うまっ。ちょっと待って、うまいぞこれ。フグはこの食べ方が一番うまい。スープがうまい。昆布とフグだけすげえうまい。ほのかに香り柚子の風味。いやこれはいい買い物したな。1匹50円ですからね。これね、さっき食べたのが型のいいフグだったんですけど、で今ちょっと型のちっちゃいの食べたんですけど味が全然違う。大きい方がうまいですね。ちっちゃい方もうまいんですけど、ちょっとこのしっとり感に欠けるというか、大きい方に比べると少しパサつきを感じますね。ほんと大きいやつ、このぐらいのサイズのやつはもうトラフグです。天然のフグ特有の香りもあるし、何しろポン酢とよく合うんだこれ。この大きいフグですよ。これがうまい。うまっ。これまたとんでもない魚を紹介しちゃったかもしれんな。今まで隠れてた魚。このフグはうめえわ。いや俺詳細フグより好きだけどな。個体もあるかもしれませんね。今日のコモンフグすっごい丸々超えてましたから、多分時期っていうのもあると思います。夏場食べたらこんなに脂は乗ってないでしょうね。もう少しパサつきはあると思います。うますぎ。でここに白菜とかお野菜入れてもいいんですけど、フグだけをしっかり食らいたい場合は僕ね、野菜とか何も入れない方が好きなんですよね。
野菜から野菜の旨味のある水分が出てお鍋に溶け込むんで、それはそれで美味しいんですが、フグを邪魔してるっていう、フグを感じにくくなる気がするんですよね。フグと昆布の出汁で煮られた野菜はすごく美味しいんですけどね、フグがねちょっと薄れちゃう。なので本当にフグを食べたいときはこれが一番好き。この食べ方、昆布だしで茹でる、それでいい。ちょこっとお酒入れてね。はい、ということで今日はこちらのコモンフグの水炊きときましたら、お飲み物こちらやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ディーノのやつ。ちなみにこれ1週間ぶりぐらいの撮影でして、ちょっと久しぶりの動画で勝手を忘れております。はい、こちら7対3いただきます。めちゃくちゃうまい。フグとビール最高だ。たまにはセリ場行くのもいいな。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日はセリ場で見つけたちっちゃなフグ、コモンフグを使ってコモンフグの水炊き作って食べてみましたけども、めちゃくちゃうまかったです。完璧です。はい、最高に美味でしたね。あの食べ方はね、いろんな魚でやってもうまいとは思うんですけど、やっぱりフグが別格。皆さんもね、フグがたくさん手に入った際はぜひあの贅沢な食べ方やってみてください。フグを食らいたいなっていう時はね、おすすめです。で、もみじおろしはちゃんと大根をすってお好きな一味を入れて自家製のもみじおろしを作ることが、これ一番ポイントです。ポン酢がめっちゃ大事。というわけで今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。